折り紙で作る鏡餅の作り方を紹介していきます。では早速作っていきます。まず最初にお餅の方から作っていきます。お餅の方を作っていきます。まず最初に半分に折りまして、で折りましたらさらにこれを半分に折ります。折りましたらこれに、下書きをしていくのですが、何か別の紙にですね、下書きをしてそれを型紙として扱っていただければと思います。もちろんそのままでも OK です。型紙用の紙ですね、こちらの折れ目側、こちらの方から鉛筆で下書きをしていきます。このような感じかなと。一番下の段なので、少し平べったいような形にしてます。それでですね、書き始めと書き終わりが若干ながらこうしぼむような感じにすれば、置いた時に下がとんがっているとちょっとバランスが悪くなるということで、上と下ですね、こっちどっちでも、置けるようにとへこませるような形に変えてます。あとはこれをハサミで切ります。はい、ハサミで切りました。このような形になってます。開けるとこんな感じです。真ん中真ん中の部分ですね。これが、へこんでいるので、これで物が置きやすいという感じになってます。で、これを使ってですね、折り紙の方、この折れ目側ですね、に紙を当てまして、これで下書きをしていきます。下書きの方を書きましたら、これをハサミでカットします。はい、カットしました。これによりですね、2枚紙が出来上がります。このような形で残りの折り紙も切っていきます。トータルで、8枚の折り紙を使用します。他のゲームを同様に切りました。切りましたら今度はこれを貼り付けていきます。貼り付ける際は真ん中ですね。真ん中からボンドをつけまして、それを横に伸ばしていきます。あとはこれを畳んで、接着します。まずはこれを他の折り紙も同様に、真ん中の部分にボンドをつけて横に伸ばすことをやって接着をしていきます。他のものも同様に貼り付けました。貼り付けましたら今度はですね、ボンドで下の部分と上の部分にボンドを塗っていきます。横にビーッと引くような感じになりますね。こんなんです。そしたらこれにもう一枚貼り付けます。でこっちの方にですね、またボンドを塗って、そしてさらに貼り付けていきます。こうやってどんどん他のものを貼り付けて一つにしていきます。折り紙を全部貼り付けました。貼り付けるとこのような感じになります。でですね、これ貼り付けたやつがくっつきましたら、で次にですね、この一番外側のやつにもですね、下の部分と、上の部分にもボンドを塗りまして、でこれをぐーっと広げて反対側と接着させます。でこの時にですね、どうしても開いてしまうので、100均などであるクリップなどでこうやって挟んでおくといいかなと思います。こんな感じで挟んでおります。で次はですね、この上に乗せるものも作っていきたいと思います。上に乗せる型紙もですね、一番最初に作ったやつよりもちょっと小さめに、書いていきます。書きました。やはりこの両端ですね、ちょっとこれが内側にへこんでるような形にしてます。この上に最後にみかんを乗せるので、このような形にしてます。あとはこれをハサミで切ります。切りました。最初に比べてやや横幅が半分くらいになってます。でこちらはですね、先ほどのやつと同様に、今回は4枚の折り紙で、下書きを作って切っていきます。まずはこれを半分に折りまして、でさらに半分に折ります。で折ったらですね、またこれをさらに半分に折ります。
で先ほどの切ったやつを当てまして、ちょうど横幅ギリになればいいかなというくらいのサイズにしてます。これによって1枚の折り紙で4枚作れます。あとはこちらに下書きをしてハサミで切ってください。切りました。これでですね、4枚出来上がります。で、この同じ工程を残り3枚でも同様に行います。他のやつも同様に切りました。切ったらですね、下のお餅と同じようにですね、全く真ん中に塗って、で、その後に上と下にボンドを塗って貼り付けるという工程を行っていきます。先ほどのやつを全部貼り付けました。で、これをですね、下のでかいのに重ねると、こんな感じになります。で、次にですね、みかんの方を作っていきます。ものとしてはこれと同じになります。でこちらのみかんを作るときもですね、先ほど使った型紙ですね、こちらをさらに使って、で、作っていきます。このような感じに切りたいと思います。幅はさらに小さくて、下の方だけは、内側にくぼむような感じに作りたいと思います。上はそんなに気にしなくていいかなと思います。あとはこれをハサミで切って型紙を作ります。型紙を作りました。開くと、こんなような感じになってます。下だけちょっと凹んでますね。上は丸々です。でですね、これを、この黄色い折り紙を先ほど作った小さいお餅用のと同じ工程でこちらを作っていきます。こちらの時と同様に折り紙に、型紙を当てて書いたんですけれども、この場合ですとちっちゃいので下の部分に書いて、で反対側にも書くことができます。その代わりですね、こちら広げますとこのようになってますので、半分に折ってさらに半分に折り、それをまたさらに半分に折っている状態ですので、こちらの方は4枚で、こちらはですね、ここの部分は折れ目になっているので2枚作れますが、こっちの方は折れ目になってないので、作れないっていうのがありますので、1枚の折り紙で6枚できるような形になります。なので2枚使って合計で12枚の、みかん用の紙を作っていきます。切りましたら、これもですね、同じように貼り付けていきます。ボンドを塗る際はですね、先ほどまでは中心に塗ってたんですが、下の部分を決めていただいて、中心にややそれよりも少し下あたりにボンドを塗ります。で、これを貼り付けます。で、置物なので、上から見ることが多いかと思いまして、黄色の方を、挟むような形で、作るのを考えました。これについてはお好みで、作っていただければと思います。では、これをですね、こちらと同様な作りで、貼り付けて作っていきます。はい、みかんの部分も作ってみました。このような感じになりますね。で、あとはですね、こちらを、乗せる台の方を作っていきます。今回は8枚の折り紙を、組み合わせで作るものを作っていきたいと思います。色についてはお好みで作ってみてください。それでは説明していきます。まずはこれを裏返しまして、ひし形に向け、これを三角に半分に折ります。折りましたら、さらにこれをまた半分に折ります。折りましたら広げます。広げましたら十字の折り筋ができていると思いますので、この、頂点の部分ですね、こちらをそれぞれ真ん中に向けて折っていきます。
はい、折りますとこんな感じになります。そしたらですね、1枚開きまして、で、この時にですね、この部分が、山折りになってる方がいいので、ちょっと今開いたところが谷折りになってるので、こちらではなく別のところを使います。で、1箇所上げましたら、その反対側も広げます。で、広げましたら、この上の部分のこの、折れ線があるのですが、ここに向けて、下のこの頂点を合わせて、下の部分を折ります。折りましたら今度は、右上のこの角の部分をこの真ん中の三角形に合わせるように折ります。こんな感じですね。で、次はですね、この下の方に折り筋が1箇所あると思いますが、ここを内側に折ります。後ろで見ると、このような感じになってます。下の方を折りましたら、今度は左のこの三角の一部分がありますけれど、こちらに合わせて真ん中を合わせていきます。このような感じになりますね。で、下の部分はちょっと斜めになります。で、これを裏返しますと、三角の白い部分がここ見えるので、これをこことまっすぐになるように先端の部分だけをちょっと折り返します。こんな感じですね。これで一つのパーツが完成しました。あとは残りの紙も同様に折っていきます。8枚全部折りました。折りましたらこれを今度は、組み合わせていくのですが、組み合わせるときはですね、この右側の方ですね、こちらのこの三角の中にですね、もう一つのピースの左側を差し込むような形にやっていきます。下の方がこのようにちょっと袋状にできるので、この中に差し込むような形になります。こんな感じで差し込みます。そうするとですね、この左、一つのピースの左のこの斜めの部分と、もう一つの右側のこの斜めですね、これが合わさるような感じになります。こんな感じです。でですね、最初は、全部これを差し込んでいくのですが、差し込みましたら、この最後に内側に折ったこの部分ですね、これが爪みたいな役割にありまして、差し込んだ1ピースのここの部分に内側に引っ掛けるような感じになりますね。このように内側に引っ掛けるような感じになります。この引っ掛けにつきましては全部、まとめた後にやるとやりやすいかと思います。最後の1枚をはめまして、で、先ほどフックかける場所を全部上にすると、このような形になります。で、最後はですね、この爪の部分を、先ほど言った、下の方にどんどん引っ掛けていきます。すべて噛み合わせることによって、それぞれが、固定させるような形になるので、結構作りとしてはしっかりします。でですね、これに、作ったお餅の方を乗せていきたいと思います。先ほど作ったものの上にこのまま乗せちゃってもいいのですが、この際にですね、紅白の、紙を敷きたいと思います。でもちょっとこのままだと、大きいので、少しばかりサイズを小さくしたいと思います。まずは紙を半分に折りまして、で、これをまたさらに半分に折ります。折りましたら開きます。開いたらですね、真ん中に折り筋がありますので、下の部分をこの真ん中に向けて折ります。
で、これを反転させまして、変えまして、また下の部分を真ん中に向けて折ります。で、開きます。そしたらですね、この下の部分とこの横の部分ですね、こちらをハサミでカットします。はい、切りました。こんな感じでちょっとサイズを小さくしています。そしたらですね、もう1枚の折り紙を同様にカットします。赤い方も同様に切りました。で、これでですね、乗せると、下の台がちょっと見えるかなぐらいになってます。で、もう1枚をこのように、重ねることで、下も見えるし、上も赤と白と見えるかなと思います。で、ラストはですね、裏白という葉の方を作っていきます。これにつきましては、まずこの紙を、縦半分にカットします。はい、切りました。これを今度は、横半分に、縦半分にですね、折ります。で、これをですね、ハサミで切っていくのですが、このような感じでですね、先端ちょっととんがりでだんだんと広くなって、最後ちょっとだけキュッと、内側に行ってっていう感じで描きました。実際に裏白のその写真ですね、を見ていただいて、それで作っていただければと思います。で、真ん中のこの折れ目になってるところが、中心軸となりますんで、少しだけ残して、切っていきます。ちょっと大変かもしれません。先ほどのやつを切ってみました。このような感じになります。先端の方を細く作ると、それなりにそれっぽく見えるかなと思います。でですね、もう1枚も同様に切ります。裏白を2枚切りました。そしたらこれを乗せまして、で、お餅を乗せて、で、みかんなんですが、裏白を切る時のその残りの、切れ端みたいなのがあれば、こちらをですね、先ほどの四角いやつを半分に折りまして、で、こう描くように切っていき、みかんの葉っぱですね。これを、このような形でボンドで接着します。はい、葉っぱの方を貼り付けました。こんな感じになってます。できましたら最後にこれ乗せましてと、これで完成になります。で、もしもですね、非常にアンバランスだなーって思われましたら、もうそれぞれをですね、ボンドで貼り付けちゃってください。その方が手っ取り早い場合もあります。今回作りましたこの餅の部分ですが、ちょっとサイズ大きかったかなと思いながらこう飾ってますが、実際にはですね、下の台を先に作ってから、上の餅の部分を作ってっていう風にやっていくと、バランスよく作っていけるかと思います。その部分は、お好みで調整していただければと思います。それでですね、さらに飾りのその内容ですね、今回は裏白だけにしましたけども、地方によっても、飾るものが変わると思いますんで、それにつきましては、いろいろと作って、それで一緒に飾ってみてください。では今回ですね、正月の飾りをの一つで、鏡餅を作ってみました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。